いやー、ついにですね、iPad mini が最終形態に進化してしまいました。この見た目にビクンときたって同士の方はぜひ最後までご覧ください。はい、理想の主催作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。いきなりなんですけど、視聴者さんから iPad mini の魅力をさらに引き出す素晴らしいアクセサリーをコメントで教えてもらってですね、早速自分でも1週間がっつり使い込んでみたんですけど、これ本当に良かったです。感動したのでこの動画で紹介させてください。それがこのアイリングです。このアイリングをもともと使っていたマジェックスタンド M とペンホルダーと組み合わせるとですね、この可愛い iPad mini が超オールラウンドなリーサルウェポンに変貌してしまいました。メリット、注意点、取り付けのコツなどいろいろポイントがありますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに今までにも iPad mini と iPad Pro 12.9 インチの合わせ技で生産性を高める方法とか iPad mini 6の徹底活用レビューといった動画も作っておりまして、合計で15万回以上ご覧いただいてですね、この狭い書斎の中で一人野獣が山に放たれたような喜びをかみしめてるんですけど、以前のこれらの動画とは内容は重複しませんのでご安心ください。ご質問やご意見なども遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。さて早速ですが具体的な話に移っていきます。まずはこのフォーメーションのメリットやポイントについてです。最大のポイントはこのアイリングです。まず手持ちがめちゃくちゃ安定します。特に片手でフリック入力できるようになる点が最高です。このリングがないと片手でフリック入力はほぼ無理ですよね。あと特に外で使う時の安心感がもうすごいです。 iPad mini を外で歩きながら使う時って落としたら嫌だなっていう不安が脳内リソースをだいたい 90% くらい圧迫しますよね。これをゼロにできます。やばいです。もちろん左右の手で持ち替えも OK です。さらにここからが嬉しい驚きだったんですけど、なんとこのアイリングが手書きスタンドにもなるんです。角度バッチリです。今まではこの謎のスタンドを持ち運んでたんですけど、これがもう一切不要になりました。あとですね、このリングがペンホルダーのちょっとしたサポート役になってくれまして、何かの拍子でペンがあさっての方向にひん曲がってホルダーが損傷したりとか、ペンが iPad にガスガス当たって傷つけるみたいなリスクも少しですが減らすことができます。ただですね、次にご紹介するマジェックスタンド M との位置関係で重要な注意点がありますので、これは後ほどご説明します。マジェックスタンド M についてはこのチャンネルで何度も紹介したので一瞬で終わりますが、高さを出せる、縦横自由自在、そして何よりこのメカメカしいギミックがもう本当に最高です。収納時の見た目も超かっこいいです。ちなみにこれはスペースグレーですが、ブラックだとこんな感じです。サイドカー運用でもすごく役立ちますし、このシートは貼り直すことができます。もちろんシートだけ別売りされているので安心です。そしてこのペンホルダーですが、これもこのチャンネルでは何度も紹介したので一瞬で終わりますが、結論めちゃめちゃいいです。ペンをしっかり保持してくれますし、抜き差しもすごく簡単です。Apple Pencil って意外とすぐに外れちゃうんで、 iPad mini を車の中とか外で使う方には特にお勧めしたいです。意外と厚みもあってかっこいいんですよね。両面テープで貼り付けることに抵抗あるって方多いと思うんですけど、今回僕自身で2度貼り直した結果ですね、結論としては綺麗に問題なく剥がすことができたのでご安心ください。4ヶ月貼りっぱなしだったペンホルダーを剥がした時は糊がちょっとだけ iPad 側に残ったんですけど、爪だけで全てきれいに取ることができました。貼ってすぐのものを剥がした時は糊も残らずきれいに剥がせました。注意点としては、この両面テープはかなり強力なので剥がすのに相当な力がいることと、一度剥がすとこのペンホルダーは粘着力がなくなるんで再利用はできないですね。ただもともと3個セットで売ってるので失敗してもやり直せますし、失敗リスクを極限まで減らす方法もこの動画後半で紹介させていただきます。ここまでご覧いただいて、でも防御力引きすぎでしょうって思いませんか？ところがですね、意外と傷については心配いらないことが分かってきました。かれこれ4ヶ月弱一度もケースつけずに全裸で毎日ガンガン使ってるんですけど、なんだかんだ全然傷ついてないんです。まず一番傷つきやすい iPad の背面ですけど、マジックスタンド M とアイリングとペンホルダーが全て厚みがあるんで iPad の身代わりになってくれてます。側面の方は確かに今までずっと怖かったんですけど、アイリングのおかげで iPad mini を落とすリスクがほぼゼロになったんで、もう傷がつく機会がないのかなという印象です。ディスプレイ側は iPad の用途に応じてフィルムを貼ればいいですよね。僕は手書きが大好きなのでペーパーライクフィルムを使ってます。ちなみに蓋付きケースはどうしても手軽さを損なっちゃうんで自分には合わないなという結論に至っています。以上のフォーメーションがですね、iPad
iPad mini の全裸の手軽さを最大化しつつ、あらゆる使用フォーメーションに対応できて、しかも意外と傷もつかないっていう最強の布陣だと確信しています。ちなみにこれだけ取り付けても全部でわずか 411g です。マジックスタンドとペンを取り外すとわずか 325g になります。めちゃ軽いです。むしろ完全に裸の時より圧倒的に持ちやすくなってるんで、ミニ四駆でいうところの肉抜き軽量化に成功したとさえ思えてきます。越田哲弘先生、デスクお疲れ様です。マグナムトルネードって普通に交差をそれでは今から取り付けのコツや注意点についてお話していきます。利便性マックスの最強スタイルなんですけど、いくつか押さえてほしいポイントがあります。最大のポイントはアイリングマジックスタンド M ペンホルダーの位置関係です。僕の方でもうあなたに代わってですね、腹渡がえぐられるような七面倒くさい試行錯誤という名の拷問をちゃんと終わらせておきました。 iPad mini のこの狭い背中フィールドの中での攻防ですので、全体的な考え方を押さえた上で一つ一つベストな位置に収めていただくのがいいと思います。まずアイリングは iPad の上下方向に対してできるだけ中心に近づけた方が力のモーメントの影響を最小化できるんで、すごく持ちやすくなります。手書きスタンドとして使う時も中心に近い方が安定しますね。マジックスタンドは上下左右の両方に対してできるだけ中心に取り付けることが理想です。でないとスタンドで立てた時に iPad に対してスタンドが片方に寄ったおかしな見た目になっちゃいますし、実際に不安定になっちゃいます。あと畳んだ時も一番面積の大きなこのマジックスタンドが iPad の背面を中心から堂々と守ってほしいところです。で、この前提を押さえた上でですね、アイリングとマジックスタンドの上の面を揃えると背面全体のレイアウト見栄えがとっても良くなります。そしてペンホルダーですが、ここが特に要注意です。なんとなくアイリングと反対側のここにつけたくなりません？僕はそうでした。そして失敗しました。ここだと iPad mini を横画面で使う時にマジックスタンドとペンホルダーが干渉しちゃいます。ということで、まずペンホルダーはマジックスタンドより上に取り付ける必要があるということが分かります。となるとやっぱり iPad のカメラの下に取り付けたくなりますよね。僕はそうでした。そしてまた失敗しました。この失敗に気づくまでの数時間はさもこれで完璧 OK かのように泳がされてですね、いざある使い方をしようとした瞬間にいきなり気づかされるので、がっかり感がマジ半端なかったです。魂の悲しみを感じました。なんとですね、手書きの時にペンホルダーが邪魔でグラグラしちゃうんです。これではダメなんです。ということで、ペンホルダーはアイリング側に寄せた方がいいという答えにたどり着きました。これでようやく万事 OK となります。ちなみにこのように片側にまとめた方がタブレットホルダーに立てる時なんかも便利ですよ。それぞれのアクセサリーの位置を簡単に測っておきました。厳密にこれと同じにする必要はないんですけど、おおよその参考としてお役立てください。それでは実際に取り付ける際のポイントや手順もご紹介します。この3つのアクセサリーですが、3つとも全て自己責任で自由に取り付けてね的な、すごくマッチョな感じがするので躊躇されている方も多いと思うんですけど、今からご紹介するステップを踏まえていただけばきっと大丈夫かと思います。まずはじめにアイリングを取り付けます。理由はですね、最も取り付けが簡単でやり直しも効いて、他の2つを貼る時のガイドになってくれるためです。根性でベストな位置にまっすぐ貼り付け散らかしてやってください。 iPad の端が近いので貼りやすいはずです。アイリングが全ての起点になるので、納得がいくまで何回でもやり直して完璧な位置を探してください。ちゃんと指を入れてみての持ちやすさの確認もお忘れなくでお願いします。次にアイリングの隣にマジックスタンドを貼り付けます。今度はアイリングの上の面と合わせつつ iPad の文字もガイドとして意識しながら貼るといい感じです。ちなみにマジックスタンドのシートはどうしてもこんな風に気泡が入ってしまう感じです。ただこれはですね、普段は隠れますし、使っている時は見えないですし、気にしない方がいいと思います。以上の2つは何度でも貼り直せるんで、ぜひ納得がいくまでトライしてみてください。最後にペンホルダーですが、これが厚みがあって意外と貼りにくいくせ者です。色と形的にも目立つ上にですね、長いペンを刺すので、もし曲がってるとペンの端ではその歪みが増幅されてめちゃくちゃ後で気になります。ということで、今からとっておきの貼り方をご紹介させてください。まずですね、ペンホルダーに先にペンを入れちゃいます。で、ペンをアイリングの端に押し当ててガイドにしながら、ペンホルダーをスッと iPad 背面に押し付けて貼ります。こうするとベストな位置にまっすぐ貼ることができます。とりあえず両面テープの粘着面を出さない状態で、この作業のイメトレを50回ほど繰り返した後に本番にトライされるといいと思います。厚みがあるので、ペンホルダー単体でうまく貼ろうとすると結構失敗しやすいです。失敗すると使い捨てになっちゃうんで、だいぶショックですからね。YouTube 動画を作るのって基本的に地獄の苦しみなんですけど、こういう賢人視聴者の知恵をコメントでシェアいただけると本当にやっていてよかったなと感じます。今後もデスクやガジェットについてですね、世の中の 99.9% の人にちゃんと何それとポカンとしていただけますよう自己満足を突き詰めてまいります。今回も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。理想の書斎作りでした。